んにちは。こんにちは。今回は冬キャンプです。はい、おそらくこの冬最後のキャンプになると思います。キャンプ場に着きました。はい。今日は定山渓自然の村というところでキャンプします。向こう側がキャンプ場かな。今日はちょっとテント張らずにあそこに見えてるんですけど、ゲルみたいなやつで宿泊します。はい、結構視聴者さんからもすごいおすすめいただいてたキャンプ場で、ようやく来ることができました。はい。とりあえず受付します。はい。お、キョーンって言ってる。クマゲラかな。どっかにおんのか。クマゲラっぽい鳴き声やな。うん、キョーンって。お、めっちゃ鳴いてるわ。泣いてるわ。管理センターで受付しました。はい。ここはちょっと面白くて、荷物搬入の時はここに置いてるソリを使うみたい。これで運びます。でかいで。まあ他に普通にテントサイト、うん、キャンプ場としてなテント張れるとこあるんですけど、全部乗り入れはできひんから、これ冬場はこのソリで。でかでか、結構乗りそう。2個ぐらいやったら全然いけるかな、うん、1回で。いけそう。こうやって運ぶ。でかっ。よし、もう1個取るわ。うん。初めてや、これで荷物運ぶの。雪の上こうやって運べるから楽そう。うん。なんか冬はここまで車で入ってこれるけど、夏はもうちょっと遠いとこに止めて、なんかリアカーで運ばなあかんらしいから、まあ冬の方がな搬入楽らしい。だからはい。乗せました、2台。面白い。もうちょっとだけ残ったけど、ほぼほぼ乗った2台で。もっと乗せようと思ったら乗るけどな。お、軽い。落ちるかもしれない。軽いよな。うん。じゃあ楽に運べる。おお、すごい。おお、綺麗。雪景色。奥に見えてる白いテント。どれや、何個ぐらいあるんやろここ。なんか10個ぐらいって書いてたかな。ちゃんと全部名前ついてる。なんか星座の名前や。私たちはペガサス。手前オリオン、奥ペガサス。ここです。前でな、こう焚き火とかしていいねんな。うん。そのスペースもあります。おお。可愛らしい。可愛い。なんていうこれ、ゲル。ゲル型のテント。ほや。可愛い。こういうの泊まるの初めてかな。初めて。なあ、楽しみ。入ってみます。うわ、面白い。なんもないらしいんやけどな、中は。うん。でもストーブがあるから暖かいらしいで。お、こんな感じ。すごい。おお、可愛い。可愛らしい感じや。玄関がある。おお、可愛い。おお、あ、コンパクトな感じやな。なあ。いいやん。ストーブがちゃんとあって。寝具とかはないんですけど、うんうん。真ん中にストーブがドンと。面白い。何にもないからな。一応コットとか、そういう寝袋とかは持ってきました。はい。テント立てなくていいっていう感じやな。スリッパ持参しました。口コミでスリッパあった方がいい。ちょっとな、多分砂とか入るから。4人ぐらいまでいける？もっといけるかな。いけるんじゃない全然。4人ぐらいかな。まあ、うん。なんかこれもしかして開く？お前開くわ。砂付き。ちゃんと窓もある。あ、ここ、お、網戸しかもメッシュ。網戸もある。あ、すごい。外見えるんや。ええやん。なあ、これがテント生地やから、テント気分はやっぱり味わえる。あったかい。あったかいね。もうつけてないけど。うん。全然あったかい。これ何？なんやろ。あ、ここにあれや。燃料が入ってるんや。あ、そういうことか。煙突もあるから夜もな、つけたままでいいみたい。最高。最高や。面白い。ちゃんと電気もあった。中に荷物を運び入れました。はい。セットするかコットとかな。ストーブつけてみる。そうやな。もう全然今寒くないけどな。うん。これ試しに。絶対つけんない。初めて見るタイプのストーブ。
あそこにファイルがあってちゃんとストーブの使い方もあった。はい。ストーブがつき始めてあったかくなってきた。そして寝床が完成。今日はコット泊です。コットに家から持ってきたこの敷布団も引きました。はい。と寝袋。管理センターがここで、今はこの星の家サイト、テントハウスのこのペガサスです。割と広いんかな。なんかコテージとかもあんねんな。でこっちね、右上の方にはテントサイト。ここは普通にテント張るとこがあります。はい。すごい広いです。まあ後でちょっと散策しようか。しよう。3時過ぎ。チェックインは1時からで、1時半ぐらいに来たんですけど、なんやかんやもう3時過ぎやからおやつタイムか。はい。おー、キャンプ気分。まあキャンプやな。楽々あったかキャンプか。いいな、ここでやっても寒くなったらすぐ中に入れるから。景色も綺麗やし。でも土日はすごい人気みたいで。埋まってたな全部。平日やから空いてたけど、スノーシューも借りたから、どっかでなちょっと雪を歩きたいと思います。はい。今日は2月13日なんですけど、明日バレンタインということであかりがクッキーを作ってくれました。カリーゴとデッカリーゴのクッキーです。オリジナル。ちょっと出してみて。デッカリーゴ。こっちカリーゴです。源氏にプレゼント。ありがとう。頑張って作ってましたよ。名前入りの国さプレゼントでもらいました。これでコーヒー。いただきます。なんかちょっと風があって寒い。うわ。どっちが食べる？ジップロックに余りが入ってるんやけど、それ食べる。それいっぱい作ったりラッピングもせずジップロックで渡すという。いただきます。べっちゃんからいくわ。デッカリーゴデッカリーゴいっぱい作ってん。カリーゴはその1個しか作ってないけどデッカリーゴはいっぱいある。量産されてる。いただきます。うまい。これ上何？白いのと粉砂糖通りで甘いわけだ。おいしい。難しかった作ってみたものの楽しかったけど中で調理できるからな。夜も外でお鍋にしようと思うんやけど、ちょっと寒いから焚き火しながら食べた方がいいな。なんか中で食べるのはいいみたいやからな。寒かったら外で作って中で食べてもいいけど、どっかに袋おんねんな。見つけたい。さっきクマゲラっぽい鳴き声な、チェックインすると聞こえたけど、やっぱおるみたいやもんな。キョーみたいな。クマゲラはめっちゃ特徴ある。この前エゾフクロウ探しに行って、無事見れたんやけどな。めちゃくちゃ可愛かった。可愛かった。夜行性やからな。昼は寝てるんやけど、木の樹洞その中で寝てました。可愛かった。この森のどっかにもおるらしいからなあ、見れたらいいな。会えるのか。シマフクロウも見て、エゾフクロウも見て。北海道って感じやな。クマゲラも北海道だけやんな。クマゲラ見たことないな。見たい。声は聞こえたけど。この辺野生動物やっぱいっぱい出るから、キツネとかタヌキとかテン、食材とか夜とか出してたら悪さしに来るらしいんで、そこにゴミ入れる箱がある。ちゃんと、夏はクマも出るらしいけどな。ヒグマ一応なんか電気柵はあるらしいけど。出るよなこの辺な。結構森の中、一応札幌市なんですけど南区やからな。南区はクマ出るみたいなイメージあるよな。でもほんま自然に囲まれていい場所。軟弱者の私たちは中に避難しました。ちょっと風が強かったから避難してきましたあったかい中は暗くなる前にちょっと散策をしよう。はい。
一周してみるか、うんぐっと。こっちから来たあれが管理棟で、まあトイレが2箇所ぐらいあるねんな。そうやな。ちゃんと炭捨て場、灰捨て場がある。この真ん中にあるのが野外炊事棟。はい。冬はな使われへんみたいやけど、これなんか夏はここに池あんのかな。ほんまや真ん中。あれ埋まってるけど。これ池なんや、ここ多分なあ埋まってるわ。炊事場の向かいにトイレ。はい。それが一番近いな。うんハウス。トイレさっき言ったんやけど綺麗や。うん。炊事棟、まあ冬場は使われへんけどうん。広いぞ。緑めっちゃ。お、いっぱいあるわ。野外炊事場は冬場使われへんから調理室っていうのが使えて、ふれあいハウスっていう中にあるらしい。あっちかな。この建物やな。ここはお湯出るらしいから、うんうん。まあ、ちょっと離れてるな。あれ、この辺キャンこの辺プ。はテントサイトや。あ、ここ一周してみる。ここも一周できる。うん、ぐるっとこうほんまや、回ってみよ回ってみようか。あの奥がこっちコテージや。う。ほんまや、広いコテージ。でかい結構大きいな。のなんか間に屋根付きのバーベキューする場所があるらしい。あ、ほんまや、ちょっと見えてんの。そうそう。だからここは外じゃなくてな、中でこうできるから、うんうん天気悪い時もできるみたい。あ、危ない。落雪注意。広いな、だいぶ。でかい。タヌキおった、急に。あ、気づこっち向いた。気づ逃げた。タヌキおった。ほんまにおるぞ、タヌキ。冬毛タヌキ。かわいい。丸々してた。コテージのとこに入ってきたな。また出てくるかな。ぐるっと一周回ってきて、ふれあいハウス。でか。シャワーとトイレもここにある。うん。あれ、なんか自販機もあるわ。え、森の学習室、ほんまや。なんかいろいろあるんや。トイレと入ってるわ。今ここ。シャワーがこの隣やな。あれ、調理室ここ？調理室がこっちや。これや。あったか。おおお。お湯も使えるって言ってたもん。うん。すごい綺麗。しかも中めっちゃあったかくない？あったか暖房ついてるわ。綺麗。まあほんまに寒い時はここで調理するといそうやな感じか。シャワーもトイレのとこにあった。朝6時から10時までと、お昼は1時から夜10時まで。お、洗面台もあって、シャワールーム。お、何個かあって、10分100円。めっちゃ安い。こんな感じの綺麗なシャワールームです。ちゃんとドライヤーも完備されてる。優しい。ふれあいハウス前になんとチューブ滑りっていうんかな。チューブ反り滑りあった。やってみる。これは上がったらいい。これはなんか自由に置いてる。明かりどんくさいからな。どうやってスタートしたらいいの？けおお遅い。思ってたより遅い。止まった。あかん。重くて沈んでる。5時を過ぎたのでそろそろ焚き火を始めたいと思います。暗くなって、まあ、ちょっと寒いな。うん。風は止んだけどうん、ちょっと寒くなってきました。焚き火です。はい。久しぶりのトリパスさんのぐるぐるファイヤーを使います。はい。またこれ使うの3回目ぐらいちゃう。そうかもしれない。あんま焚き火せえへんからな、キャンプで。組み立て式の焚き火台。はい。完成。はい。組み立てました。一応これは風防もあるんで。うん。薪が結構あるぞ。7キロ買ったからな。焚き
き火スタートです。はい。炎に癒されます。雪に反射して綺麗やな。うん。ああいうライトとかもな、雪が反射して綺麗、めっちゃあったかい。そろそろ晩ご飯にします。はい。晩ご飯は鍋です。ヘッドライト検知。おお。ここでみえんちゃん鍋を見える見える。しとくわ、こうやってあ料理の時。りがとう。ランタン係検知。魚。この料理はお鍋です。海鮮鍋にしようと思ってもう材料は家で切ってきました。赤から鍋です。はい。我々の大好きな赤から鍋。これで温まる作戦です。はい。でも外でこうやって調理するとちょっと暗いな。なんかランタンとかはないるな。でもランタンスタンドとかを持ってこうだな。そうやな、立てるとこが。エビとタラとホタテたっぷりです。エビさんいってらっしゃい。完成しました。はい。海鮮赤から鍋。お酒も飲みます。はい。蔵王温泉で買った立野川酒造さん桃と桜もリキュールです。はい。飲みます。まあ家でもう飲んでるから空いてるという飲み差し。ちょっと悪く。まあロックで飲んでも美味しいんやけど、今日はソーダ割りにします。はい。いまただきまはい。す。はい。うまっ。ソーダ割り美味しい。うわ、匂いがめっちゃいい。うまっ。うまっ。だしめっちゃ出てる。赤からと相まってめっちゃ美味しい。うまい。あったまる。な。結局冬キャンプは3回目かな。今年？まあがっつり冬キャンプしてへんけど。そうやな。車中泊はしててんけどな。キャンプ場で車中泊とかはな、したけど。テントは立ててないな、一回も。一回もこの前な、北海道のキャンプ系 YouTuber のおバカな前田夫婦さんとフルキャンしたんですけど、それがちゃんとしたキャンプ初ちゃう。ほんまに。まあ私たち結局車中泊したけどな。テントで寝てないけど。でもやっぱり冬キャンプ好きな人の気持ちもわかるな。景色綺麗やし、冬は雪景色で楽しいけど、ちょっと後片付けとかな考えたらめんどくさいから、こういうのあるのめっちゃ嬉しい。私たちにとってはめっちゃありがたいキャンプ場。設営せんでいいし、そう中にストーブあるし、で片付けのことも考えんでいいし、いいとこ取りや。テントハウスここめっちゃいいや、ほんまに。なあ、めっちゃ気に入った。ここから5分もせんぐらいのところに豊平峡温泉ってあって、そこは行ったことあるんだよな。そう、2回ぐらいあるよな。まあ1000円するからちょっと高いんやけど、露天風呂とかめっちゃ広くてなあ、すごいいい温泉。しかもお昼ご飯が有名で、カレーやねんな。そう、インドカレー、ナンのカレーが食べれて、それもめっちゃ人気で、並んでたもんな。土日とか行ったら多分並んでる。ここは温泉も近いしな、連泊とかしても良さそう。タヌキもおったし、動物がいっぱいいそうやな。北海道来てから鳥に興味出だしたような。今まで鳥とか全然興味なかったの。北海道にしかおらん鳥多いから。でも冬の方が可愛い動物。まるまるしてる。キツネはなよく出会うから夏毛も冬毛も見たことあるけど、タヌキって意外とあんまおらんくて、夜行性やもんな。時々まあ道端で見かけるけど、圧倒的にキツネの方が多いから。レアやタヌあんな日中堂々のそこで見てたのはレアキ。びちゃう。っくりした。だからここは普通かもしれんけど、初めてちゃんと見た。野生のタヌキ。なんかもっと黒いイメージだったけど、お、結構茶色かったな。食べ終わりまして、はい。焚き火がなくなるまで楽しみます。はい。なんかおるぞ。いっぱい読んで。トイレ行こうと思ったら
なんかいっぱいおるし、しかもほら奥にももう一組。ほら。タヌキかな。喧嘩してたさ。なんだこれは。目光ってる。タヌキかな。キツネかタヌキやと思うけど。でも奥にもなんか。ほんまや。チロチロ動いてる。これテンちゃん。え、ほんまや、テンかな。ちっちゃいのもおる。タヌキ。逃げた。照らしたら逃げた。目光ってる。あれ、すごいなんかおる。こっちにもタヌキおる。タヌキや。タヌキ祭りだ。すごい。タヌキが。タヌキ。タヌキが降りてきた。点みたいなのおったらちっちゃかった。多分サイズ的には点ぐらいかも。タヌキや。気づいてない。こちらに気づいてないぞ。気づいてない。気づいた。逃げた。走り方かわいい。こっち見た。かわいい。ぐんぐりしてる。シャワー浴びて、ちょっと散歩もして、はい。もう寝ます。タヌキもいっぱいおったし、天もおったな。なあ。いっぱい動物おった。めっちゃあったかい中。快適や。おやすみ。明日は頑張って早起き。はい。動物探ししたいと思います。おやすみ。おはようございます。おはようございます。朝7時です。はい。散策しようと思います。スノーシューでちょっと1時間ぐらいかな、うん、森の中を散歩しようと思います。はい、管理センターの向こう側からスタートかな、外の方から。あれ、なんか飛んでる。50からや。スノーシュー入って散歩します。なんかちゃんとここがコースというか踏み固められててな、なんかマップももらったから動物探し。スノーシューは200円でレンタルできました。の安いよな、ちゃんと書いてくれてる。かかと浮くタイプのやつや。確かにこれスノーシューなかったら沈むな。なあ、ここまでは白樺の木やけど、あっちに行ったら桂の木が変わるんや。多分これが温泉です。宮山かけすかな。コテージの裏側まで戻ってきました。この周りは全部電気柵がしてあるので、クマとか入られへんようになってます。スノーシュー散策終わって朝ごはんにします。はい。昨日の鍋のスープ残ってたやつを使って雑炊、はい、チーズリゾットかな、どっちかというと、これはパックご飯をそのまま使います。はい、この前前田夫婦とキャンプした時、やすさんがパックご飯でチャーハンを使っててな、それでそんな使い方があるんやと。パックご飯をそのまま使うんだと。私たちパックご飯全然使わんからな、ちょっとやってみました。初めて。やっとやな。8時半ぐらいでようやく山の上から日が昇ってきそう。綺麗。海鮮チーズ赤辛リゾット。絶対うまいね。
プリ入れすぎたいっぱいの方が美味しいからな、チーズもな。うまそう。うわすげえ。いただきます。いただきます。あったかいな、風もないし。うまっ。うまっ。うわ、海鮮だしが染み出てる。パックご飯も全然いけるな。普通のご飯にこれは。これを食べるために鍋してると言っても過言ではない。昨日食べたかったんやけど、ちょっと鍋が多かった。スノーシュは1時間ぐらいやったけど、そんなに動物はおらんかったな。思ってたよりなんか山の中には鳥おらんかったフクロウも見つけられず。フクロウはちょっとおる場所を知っとかな、難しいな、森が広大すぎて。タヌキだけはいっぱい見たな、昨日の夜も。天もな、めっちゃはっきり見たし。うまっ。めっちゃ美味しい。この料理最強。チェックアウトしました。お天気も良くて最高でした。はい。今回はゲルテントに初めて泊まったんですけど、めちゃくちゃ快適でした。夜とか朝も全然寒くなくてな、むしろ暑いぐらいでした。ロンティーで寝ても全然余裕でした。はい。だからこう自分たちでテント立てるよりな、荷物も少なくていいし、結構気軽に冬キャンプができるっていう感じでとても良かったです。いろんな人がここいいですよって言ってたんですけど、その理由が分かりました。はい。特に冬がやっぱり雪景色があって綺麗なのかなと思いました。はい。夏は荷物もなんか長距離運ばなあかんみたいやから、冬はソリでな運ぶというちょっと面白い要素もあって楽しめました。はい。ちょっと残念ながら鳥はあんまり見つけられなかったんですけど、でもクマゲラの声とかな、朝もすごい鳴いてたし、なんかおそらくクマゲラじゃないかというこう飛んでる姿は見えました。黒い鳥で鳴き声がな結構特徴的やから、多分あれはクマゲラやったと思う。多分運が良かったらフクロウとかもな、見れるみたいなんで、また機会があったら来たいなと思いました。もうほんまに連泊しても楽しめそうな感じやった。シャワーとかな冬も使えるって知らんかったから、結構良かった。これがおそらく冬キャンプ最後、今年ちゃんと冬キャンプしてないんですけど冬キャンプ納めかなと思います。はい、もう雪も結構溶け始めてきてるので最後かなと思うんですが、最後に楽しい経験ができてよかったです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。This love was worth the wait.